どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、アクアリウム楽しんでますか？自分は超楽しんでます。そんなアクアリウムは千差万別のスタイルがあって、楽しみ方も人それぞれであれば環境も人それぞれです。一軒家に住んでいる人もいれば集合住宅に住んでいる人もいますし、寒い地域に住んでいる人もいれば暖かい地域に住んでいる人もいます。その人の趣味嗜好によってもアクアリウムのスタイルは変わってきますし、そういった環境の違いによっても変化していきます。そんないろんな要素の中でアクアリウムには密接に関係してくる重大な環境の違いがあるんです。ここが違うだけでアクアリウムのハードルがぐんと上がったりぐんと下がったりするので、皆さんも他人事ではありません。というわけで今回はそんなアクアリウムに密接に関係する環境因子について、アクアリウム人生最大のガチャと題してお話ししていきます。あなたが住んでいるところは大当たりでしょうか、それとも大外れでしょうか？それでは早速結論からお話しします。アクアリウムの難易度を左右する大きな環境の違いとは何なのかというと、水道水の水質です。当たり前のことですが、アクアリウムをする上で必須になってくるのは水であり、その水の供給源は水道です。その水道から出てくる水道水は、お住まいの環境によって全く変わってきます。もしかするとあなたが住んでいる地域はアクアリウムをするには不向きかもしれません。こういうと語弊がありますが、こと淡水においては圧倒的に差が出てくる部分です。その水道水の違いはというと、ズバリ高度です。よく聞く軟水硬水ってやつですね。飲み水でもよく聞くこの単語。軟水は飲みやすくて、硬水は苦くてお腹を壊しやすいなんて言われたりもします。ではなぜそんなことをここに来て動画でお話ししようかと思ったのかというと、JEX から各都道府県の水道水の水質をまとめた記事が出たからです。JEX の Twitter をフォローしている方ならもうご存知かとは思いますが、結構話題になってます。都道府県どころか市のどこの浄水場から引かれているのかまで詳細に書かれているため、自分のうちはどうなのか気になって探した方も多いのではないでしょうか。ただ自分の地域を探し当てて数値は見てみたものの、結局この数値って何なの？とりあえず高いと硬水で少ないと軟水っていうのは分かったけど、この数値が何を指すのか分からないからいまいちピンとこないというところで終わってしまった方も多いのではないでしょうか。そこで今話題になっているうちにこれを解説して、皆さんに自分のうちがアクアリウム水道ガチャ大当たりなのかどうかを判断してもらえればと思ってこの動画を作りました。この動画を見れば JEX のデータをさらに面白く見ることができると思います。それでは早速解説していきます。コードというのは GH、KH、TH、CH などと記載されることが多く、違いがいまいちわからないと思いますが、どれも高いと硬水に分類されるという認識で間違いありません。詳しく言うと GH は総硬度といって、水中内のカルシウムイオンとマグネシウムイオンの合計量を指します。KH は炭酸塩硬度で、炭酸水素イオンの量を指します。この炭酸水素イオンは水中のミネラルと二酸化炭素から生成されるようです。pH は GH と全く同じ意味で単位が違うだけです。GH はドイツコード、TH はアメリカコードと言われており、TH の方が単位が細かいため、より詳細な数値を割り出すことができるという認識です。CH に関しては KH と同じで炭酸塩硬度の値を数値に表したものです。こちらはあまり聞き慣れないので知らなかった人も多いのではないでしょうか。最近はデルフィスから CH 検査キットが販売され始めたので、少し耳に入ることも増えてきたかもしれません。このデルフィスの CH 検査キットは CH に合わせて GH も測定できるということですが、おそらく CH に含まれるミネラル分を基準に算出しているのではないでしょうか。要するにいろいろ種類はあるけど GH と TH は一緒で KH は CH と一緒なので、実質水質のコードに関わるのは2つしかないということです。ここまで聞いて頭が痛くなってきた方もいらっしゃるとは思いますが、単純にこの2つの数値が高ければ硬水、低ければ軟水と覚えてもらえれば大丈夫です。ただこの数値が高いから何なんだというところが一番重要なポイントですよね。
続いてはそちらについて解説していきます。ちなみに解説に関しては、今までの自分のアクアリウム人生で調べてきたことを自分なりに解釈したものになっているため、必ずしも全てが合っているというわけではありません。できるだけ誤解がないようにしていますが、今回の動画で興味を持っていただけた方は、ご自分でもコードについて調べてみていただければ幸いです。難しい話はあまりしないようにするので、そこから知識を深掘りしていきましょう。それではまずは GH、TH から。こちらは先ほどお話しした通り、水中内のカルシウムやマグネシウムなどを測定した値です。こう聞くとミネラル豊富な水だから硬水の方がいいじゃんってなりそうなもんですが、基本的に淡水に生息する水草や生態は弱酸性の軟水を好みます。また GH が高いと、よくある水槽壁面にこびりつく厄介な白くて硬いカルシウム痕が残りやすくなるのも厄介なところです。ちなみに弱酸性の軟水というのは水の pH と硬度を指しているため、必ずしも軟水イコール弱酸性とはなりません。なので弱アルカリ性の軟水もあるということですね。ここら辺はいろいろ話し始めるとややこしくなるので割愛しますが、結局 pH と硬度は連動することが多くて、何かしらの意図を持って手を加えなければ、硬度が低いと自然と pH も弱酸性に傾くと思います。だから軟水イコール弱酸性というイメージがついているわけですね。極論を言えば、淡水のアクアリウムであれば、この弱酸性の軟水が理想的な水質であり、ソイルが現在主流になっている通り、アクアリウムをする上でこの2つの要素は極めて重要なものだというのが分かっていただけると思います。ソイルを入れるだけで軟水になるんだから、そりゃみんなそっち使いますよね。ただ生態や水草によっては必ず弱酸性の軟水が適しているとは言えないので注意してください。あくまでも全般がそういった環境が好みなだけであって、例外もあるということですね。例えば南米シクリッドやブラックモーリー、グッピーなどは弱アルカリ性の水質を好みますし、水草のポゴステモンヘルフィリーなどはカルシウム分が多いと健康に成長します。そういった生態ごとの違いなども考慮して考えていく必要があることには注意が必要です。続いては KH、CH について。こちらは簡潔に説明すると、ダイレクトに pH に関わってきて、濃度を下げることが難しい要素です。この KH、CH が高いと pH が下がりにくくなります。基本的に水槽内では魚が食べた餌が糞になり、それらが分解される過程で水が酸性に傾くのですが、この KH、CH があることによって急激な pH の下降が防がれているんです。じゃあいいやつじゃんと思われるかもしれませんが、先ほどお話ししたように、この数値は GH にもある程度関係しているため、KH が高いイコール GH が高いという傾向にあります。自己解釈ですが、GH と KH はどちらもミネラルを含んでいるため、硬度成分が溶け出す環境イコール KH と GH を同時に上昇させるイコール結果的にどちらも高くなるという認識です。なので硬度が高い水はアルカリに傾きやすく、水草や生態が住みにくい環境になるということですね。ただこの KH は pH 干渉剤として必要なもので、先ほどの魚の糞をろ過する過程で起こるバクテリアの消化サイクルが活発に行われれば行われるほど、どんどんと水が酸性になります。あまりにも低すぎるとよろしくないですし、いつも行う水替えの水道水と pH が違いすぎた場合は、水替えだけで pH ショックを引き起こす可能性もあるので注意が必要です。だから水を汚しやすい大型魚を飼育している方たちは、その強力な消化サイクルによって下がった pH を少しでも元に戻そうとして、カキ殻などの硬度を上昇させるものをろ過槽内に入れているわけですね。要するに KH はなくてはならない存在ではあるけど、高すぎると良くないよねってことです。ちなみに pH が高いと水草はうまく光合成ができなくなる傾向にあるため、二酸化炭素や栄養をガンガン添加してもアルカリだと苔ばかりが成長する危険性もあるので気をつけてください。というわけで GH、TH、KH、CH のざっくりとした違いが分かったところで JEX の情報を見てみましょう。
こちらは TH の値を算出しているため KH、CH については分かりません。ただ先ほどもお話したように GH が低ければ相対的に KH も低いだろうということが予測されるため、この値が低ければアクアリウムをする上で大抵の問題は水替えすりゃいいってなります。アクアリウム最大のガチャ大当たりです。おめでとうございます。ちなみにこの JEX が公開している TH の数値が50以下なら軟水、80以上なら硬水となっているので、そちらを参考にしてみましょう。ということは逆に数値が80以上の硬水の地域は水替えをすればするほどマイナスになる可能性があるということです。これは自分の動画でもだいぶ昔に解説したんですけど、水草がうまく育たない理由を考えた結果、高度が高い水道水を頻繁に水替えで使用していたことが原因だったという結論に行き着いています。先ほどもお話しした通り、高度が高く pH が下がりにくい環境だと、いくら成長するための栄養が揃っていても水草はそれをうまく扱えません。せっかくソイルで軟水化された飼育水を何度も硬水で水替えしてたら、必然的に水草も育たなくなりますよね。なので高度が高い地域の方は水替えに頼らない方法で水質を改善させる術を身につけなければならないという超ハードモードなアクアリウム人生が待っています。そんなこと言ったって水替えしないと水が汚れていくばっかりでどうしようもないじゃんって思いますよね。安心してください。この世には GH を下げてくれる魔法の粒があるんです。それがイオン交換樹脂です。もう自分の動画ではこすられすぎてもうご存知の方も多いとは思いますが、このいわゆるカチオンフィルターを通せば軟水化した水を供給することが可能です。これはいろんなものに応用でき、浄水器を使わずとも軟水にすることが可能です。最近だと ADA からイオン交換樹脂が付属しているハンドスプレーなども出ているので、いろんな使い方ができると思います。ちなみにこちらのイオン交換樹脂は陽イオンを交換するものが主流になっており、これでは KH を下げることはできません。もしアクアリウムで KH まで下げたいのなら RO 水を生成できる浄水器が必要になってくるため、いきなりハードルがぐんと上がります。これが先ほどお話しした KH は下げづらいというところにつながってくるわけです。というわけで今回は JEX から素晴らしい情報が発信されたとともに、それをどうやって活用していけばいいのかを紐解いていく動画でした。この JEX の情報だけでもある程度自分の水道水の水質の傾向はわかると思いますが、やはりこれだけで大当たりかどうかを決めるのは早計です。実際に自分の家から出てくる水道水の水質を測ってこそ真のアクアリウムガチャがわかるので、これを機に一度水質測定をしていただければと思います。GH、TH だけではわからない情報もありますし、集合住宅かそうでないかや、浄水場から家に続くまでの水道管の老朽化なども影響してくるかもしれませんしね。検査キットに関しては最近はデルフィスのものが優秀でめちゃくちゃわかりやすいのでおすすめです。機会があればそちらの紹介もできればと思ってます。概要欄にリンク貼っておきますので、もし測定したい場合はそちらの購入をご検討ください。ちなみにテトラから試験紙タイプの水質測定キットが売られていますが、正直参考程度にしかならないため、できれば試薬での検査をしてほしいところです。特に水草や生態の育成に行き詰まっている方には原因究明のためにも確実なデータが必要になってきますからね。ぜひ皆さんも水道水の水質に目をやって自分のアクアリウム人生がハードなのかイージーなのかはっきりさせてみましょう。というわけで今回はここまで。